ちは、京子です。今回は秋冬にぴったりの大人っぽい赤を使ったデザインを紹介します。ただ赤を塗るのではなくて、一手間かけて指先を動かすととってもセクシーに見えるようになっています。また、ジェルでスタンピングネイルをする様子もお見せしますので参考にしてくださいね。それでは早速ご覧ください。ベースカラーを塗って硬化した後は黒いジェルを一度塗って硬化します。次にキャッツアイジェルを使用します。今回使ったのはビューティービッグバンさんから出ているキャッツアイジェルです。ショップのリンクは概要欄に貼っておきます。キャッツアイジェルを一度塗りしたら硬化しないでマグネットを当てます。今回はキャッツアイのような細いラインを出すのではなくて、鮮やかな色が指を動かした時に動いて見えるようにいろいろなところからマグネットを当ててみてください。うまくいかないときはもう一度キャッツアイジェルを塗り直してマグネットを当て直します。好みの色が出たら硬化します。上からクリアジェルを一度塗って硬化します。この作業はスキップしても構いませんが、念のためにしておくと後で便利です。上から赤いジェルを塗ります。今回は手持ちの赤いジェルにクリアジェルを少し混ぜて作りました。下地の色が少し茶色っぽいので、上に赤を塗った時にどんな色が出るかよくわかりません。なので一度先ほどクリアジェルを挟んでおきました。上から赤いジェルを塗って違うと思ったらこの時に拭き取ることができます。好みの色が出たら硬化します。薄い赤を一度塗りしたので、もう一度クリアジェルを塗って硬化します。この後スタンピングネイルをするので未硬化ジェルを拭き取ります。今回はモイラのスタンピングプレートを使用します。今回はシャイニージェルのアート用のブラックを使ってスタンピングをしていきます。使わなくなってもう捨てようかなと思っている筆を使って構わないので、溝にしっかりとジェルを入れます。いつもよりスクレーパーを縦気味にして表面についている余分なジェルはしっかりと取ります。ポリッシュで柄を拾う時よりは少し強めに押して、いつもより少し時間をかけてデザインを拾います。スタンパーにデザインが転写できたら、軽くライトに当てて仮硬化させます。仮硬化が終わったら爪の上にデザインを転写します。この時に
爪周りの皮膚にはピーリングオフリキッドを塗っておきましょう。デザインが転写できたら硬化します。スタンパーに残ったデザインはテープで簡単に落とすことができます。今回は爪の一部にゴールドのラメでアクセントをつけます。ラインを引き終わったら硬化します。最後にトップジェルを塗って硬化します。いかがでしたか？スタンピングネイルをするときは、ジェルでもポリッシュでもお好きな方でやってみてください。また、今回ベースに使ったキャッツアイジェルや上に塗るカラージェルを変えるとまた違った雰囲気を楽しめると思うので、そちらも楽しんでみてくださいね。今回の動画が役に立ったらいいねボタンを押していってください。チャンネル登録がまだの方は登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。